こんにちは。今回は G フレームクシーガンダムに筆塗り塗装を行いたいと思います。まずは肩アーマーの塗装を行います。はじめに肩アーマーの裏側を塗装していきます。この塗装に使用した塗料はタミヤのジャーマングレイです。私は通常パーツの裏側は黒で塗装するのですが、クシーガンダムの肩アーマーは細かいモールドがあり、比較的目に入る部分なのでしっかりと手を抜かず塗装していきます。ジャーマングレイを塗装し終えたらクレオスのカッパーを塗装していきます。この色はアーマーのミノフスキーフライトのモールドを塗り分けるために使用しました。劇中ではこの部分が綺麗に発光していたので、あまり目立たない控えめな金属色を塗って再現してみました。個人的には結構良い感じだと思います。続いて肩アーマーの表面を塗装していきます。この塗装に使用した塗料はスタデルカラーベースコラックスホワイトです。白を筆塗りするのであればマストな塗料だと思っているのですが、白の色味が結構暗めになっています。ですがクシーガンダムの機体色は真っ白ではないので、この白がぴったりだと思います。続いてパーツのモールドを塗り分け、クシーガンダムの情報量を増やしていきます。まずはクレオスのエアクラフトグレイを使用してパーツのモールドを塗り分けていきます。この色は通常のグレイと異なり、色合いが淡いグレイなので塗り分けに多用しても完成時に色分けがくどくなくちょうど良い感じになるので気に入って使用しています。このモールドを塗り分ける塗装は説明書や公式資料に載っていないものなので、自分の好みに合うように塗装していきましょう。続いてジャーマングレイを塗装していきます。この塗装は設定された色分けなので、できるだけはみ出さないように塗装していきましょう。続いて肩の四角いモールドにクレオスのメタリックグリーンを塗装していきます。このような細かいモールドは墨入れをするのではなく、色をつけた方が情報量が増してかっこよくなるので、できるだけ塗装していきましょう。続いて胸部のアーマーを塗装していきます。はじめにパーツの裏側を塗装していきます。この塗装に使用した塗料はタミヤのナトーブラックです。この塗装は先ほどの肩アーマーと違いあまり見えない部分なので、しっかりと黒で塗りつぶしておきます。続いてアーマーの表面をコラックスホワイトで塗装していきます。裏側を塗った際にはみ出した黒があるので、この塗装でしっかりと塗りつぶして黒が見えないように仕上げていきます。続いてスタデルカラーベースアバーランドサンセットを使用して細かい部分の塗り分けを行います。この黄色は下地に使用するので、先ほどの白のようにしっかり塗装しなくても大丈夫です。黄色の下地が完成したら上からクレオスのハイネ専用機オレンジを塗り重ねます。オレンジだけだとうまく色が乗らず塗装に時間がかかるので、下地をしっかり作って塗装しましょう。オレンジの塗装状況はかなり分かりづらいですが、丁寧に何度も塗装を繰り返し綺麗な塗膜を作っていきましょう。続いてエアクラフトグレイでモールドを塗り分けていきます。
この塗装はやってもやらなくても良いですが、肩アーマーを塗り分けたので全体のバランスを考え塗装してみました。エアクラフトグレイの塗装が終了したら胸部アーマーの塗装は完了です。細かい部分のオレンジとイエローの塗り分けが良い感じですね。続いて胸部の塗装を行います。まずはタミヤのジャーマングレイをクシーガンダムのフレーム部分に塗装していきます。この塗装ははみ出しても良いので塗り漏らしのないよう細かいところまでしっかり塗装していきましょう。続いて胸部の青色を塗装していきます。この塗装に使用した塗料はクレオスのティターンズブルー成型色よりも暗めの藍色ですが、手持ちの藍色でしっくりくるのがこの色だったので塗装してみました。クシーもガンダムだしティターンズブルーは似合うでしょう。知らんけど。青色の塗装が終了したのでコラックスホワイトを使用して胸部の塗り分けを行います。この塗装ではみ出した部分を修正しつつ白の綺麗な塗膜を作っていきましょう。続いて頭部の塗装を行います。まずはアンテナの中央部分をクレオスのモンザレットで塗装していきます。この塗料は赤色の割に隠蔽力が高いので少ない塗装回数で綺麗な塗膜ができると思います。続いてアンテナの角を塗装していきます。この塗装はアバーランドサンセットを使用しました。胸部アーマーの塗装とは違いアンテナは重ね塗りをしないので色ムラが出ないようにしっかり塗装していきましょう。続いて顔の塗装を行います。まずはジャーマングレイを使用してパーツを塗りつぶします。顔のパーツは小さいので塗料をつけすぎてモールドを埋めないように注意して塗装しましょう。ジャーマングレイの塗装が終了したら顔の細かいモールドを塗り分けていきます。まずはコラックスホワイトを口元に塗装していきます。この塗装はマスクの塗装とくちばしの下地塗装を一緒にいっています。白の塗装が終わったらくちばしにモンザレットを塗装していきます。
ジャーマングレイの上にモンザレッドを塗装すると綺麗な赤にならないので、しっかりと白で下地を作った上に赤を塗装しましょう。最後に目の塗装を行います。まずはクレオスのシルバーで下地を作ります。シルバーの下地が完成したら、シルバーの上からメタリックグリーンを塗装していきます。この塗装が終了したら、クシーガンダムの塗装作業は終了になります。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もクシーガンダムの作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。Are you listening?